皆さんこんにちは、ゆかです。今回は旅行用の充電セットのご紹介です。スマホを持つ以上はどうしても一緒に考えなければいけないのがモバイルバッテリーですよね。私は4年ぶりにスマホを買い替えてタイプ C に変わったことや、メインで使っていたモバイルバッテリーが劣化したこともあって、この機会に旅の充電セットを見直すことにしました。2026年の私の最適解をご紹介します。それでは行ってみましょう。旅の充電セットって結局何を持っていけばいいのか悩みませんか？私も未だにいろいろと試行錯誤を続けていますが、何はともあれモバイルバッテリー、ケーブル、プラグ、これが基本の充電セットです。まずモバイルバッテリーですが、5000mAhあれば良いと思います。だいたいスマホ 7,8 割充電できる分ですね。出かける時にスマホがフル充電されていれば、経験上5000くらいあれば良いかと思います。それからケーブルとプラグです。宿に戻って寝ている間にスマホやモバイルバッテリーを充電するものです。飛行機の乗り継ぎ時間やカフェなどでも使えます。この基本セットをもとに自分はどんな使い方をするのかを考えていくと整理しやすいのではないでしょうか。でですね、これが私が今まで使ってきた充電セットです。モバイルバッテリー、ケーブル、プラグです。このセット悪くはないんですけれども、長い間使う中でもうちょっとこうだったらいいのになという点が出てきました。まずメインのモバイルバッテリーです。 5000mAh、 Apple Watch 対応です。現状はちょっと劣化してフル充電でも5000いかないくらいになってしまいました。そしてここのストラップがちぎれそうなんですね。あとはマグセーフ対応にしたいです。それとスタンド機能があれば充電しながらスマホを立てることができるので便利なんじゃないかなと思っています。今まではこちらのような IKEA や無印良品のスタンドを別に使っていました。そしてケーブルですね。はい、A からライトニング、Apple Watch、そしてタイプ C の三つ股です。私は iPhone を買い替えたので C から C のケーブルが必要になりました。このケーブル全体的にもかさばるので、もう少しすっきりさせたいですね。そしてプラグです。使っていたのはタイプ A の2口で 12W です。この充電スピードは一般的に 10W 台だと遅め、20W 台だと通常の速さ、40W 以上は早めとされています。これを高出力にしたいですね。寝てる間に使っていたので気にはならなかったんですが、早いに越したことはないですよね。そしてこの口をタイプ C の2口にしたいです。というわけで実店舗からネットショップまで探してみて行き着いたのがこちらの新たな充電セットです。モバイルバッテリー、ケーブル、プラグです。まずはモバイルバッテリーです。京都のメーカーマテックのマグオンウォッチスリム5000mAh です。機能だけでなくデザインにもこだわりがあります。ホワイトとブラックがあったのでホワイトにしてみたんですが、ちょっとグレーがかった落ち着いたいい色なんですね。あとこの角度調整ができるスタンド、この形がすっきりしていてとっても気に入っています。床への接地面が広いので非常に安定感がありますね。それとこの枠に溶け込む金属の質感が非常にいい感じです。スマホは縦にもつけられるし横でも使えます。バッテリー残量や充電状況が分かりやすく表示されるのも気に入りました。マグネット式のワイヤレスでの充電とタイプ C のケーブルからの有線での充電ができます。 C2 規格でより早くワイヤレス充電ができます。すっきりした薄型で厚さは 8.5mm、重さは 138g です。
こんな感じで Apple Watch も充電できます。モバイルバッテリーを充電しながらスマホやウォッチに給電できるパススルー方式です。そして充電ケーブルです。 CIO のフラットスパイラルケーブル1メートルでタイプ C から C、 モスグリーンです。私の iPhone ケースにぴったりの色合いなんですね。このケーブルの最大の特徴はマグネットによってくるくると美しくまとめることができることなんです。本体の厚みが約6ミリ、フラットでコンパクトになるので束ねる必要がないから本当に便利です。柔軟で丈夫なナイロン素材のケーブルです。色は全部で6種類あります。あとは充電プラグです。これもタイプ C の差し込み口に買い替えました。タイプ C が2口です。 CIO のノバポートデュオ2、最高 45W と充電速度の速い割にコンパクトなところがいいですよね。表面はザラッとした脂肪加工で傷が目立ちにくいところも気に入っています。最近は巻き取りケーブル付きバッテリーやプラグも一体型になったいわゆる全部入りもよく見るようになりました。それを買えばいいのではと思う方もいるかもしれません。確かにすっきりして良いのですが、一番の問題は空港や機内でスマホを充電しようと思った時に結局ケーブルが単体で必ず必要になるんです。機内ではモバイルバッテリーが使えなくなりますので、充電するためにはシートについている差し込み口から直接充電する以外ないんですよね。どの USB ポートがついているかは機体によってまちまちですが、国際線であれば大抵タイプ C のポートかシート電源がついています。ですので基本的にタイプ C ケーブルとプラグがあれば OK です。本当に心配な人はタイプ A ケーブルもあると安心です。国内線の場合はまだタイプ A のポートしかない機体もありますので、その場合は割り切って充電しないという選択をします。国内線なら長くても3時間半ぐらいですので、乗る前にスマホがフル充電されていればなんとかなると思います。ちなみにホテルによってはコンセント周りのスペースが狭くってボリュームがあると差し込めないことがあります。そういった意味でも私は一体型を選択肢には入れにくいですね。以上が私の新たな基本充電セットです。そしてこれらは旅の長さや行き先に応じて基本セットにプラスして持っていくものです。Apple Watch の充電ケーブルです。コロッとして売り場でも目を引いたエレコムの Apple 正規認証品で For Apple Watch 充電ケーブル23センチです。寝ている間に充電するときに便利なケーブルです。タイプ C の差し込み口が裏面にパチッと収まっていて、本体に巻きついたケーブルを好きな長さに伸ばして使えます。コンパクトで持ち運びに最適です。全部真っ白なホワイトもあります。海外に行くときは基本セットに加えてこういった変換プラグを持っていきます。これは無地のもので2つのパーツを組み合わせるとほぼ世界どこでも使えるプラグになります。収納袋に組み立て方が分かりやすく書いてあるのでおすすめです。1万 mAh のモバイルバッテリーです。動画をたくさん撮るときや海外に行くとき、私は万日を考えて予備のバッテリーとして持っていきます。これまで数年使っているフィリップスの1万 mAh マグセーフ対応です。この無駄のないシンプルなデザインがずっと撫でていたいぐらい気に入っています。使っていて全然飽きないんですよね。気になる方は概要欄をご覧ください。私がガジェットポーチとして使っているのがコトパック紙のポーチ、あるいは無地のダブルファスナーメッシュケースです。
コトパクシの方は同じタイプのポーチは現在欠番になっています。カラフルで楽しいデザインなので代替えできそうなバッグを概要欄に書いておきますね。無地の方はメッシュの方にバッテリー類、そしてもう片方にその他こまごましたものを入れるのにちょうどいいです。それでは旅のスタイルに合わせてどんな組み合わせになるのかをお見せします。国内旅行の場合、基本セットプラス Apple Watch の充電ケーブルです。そして撮影がとっても多くなりそうな時には予備の1万ミリアンペアのモバイルバッテリーをプラスします。そして海外旅行の場合、これに変換プラグをプラスします。これが私のフルセットです。というわけで、私の新たな旅の充電セットをご紹介しました。新商品はどんどん出るし、数年ぶりに買うとなると選択肢がありすぎて呆然としますが、今日ご紹介したこれらが私の今の最適解です。ご参考になりましたら嬉しいです。皆さんの最適解もぜひ教えてくださいね。それではまた。